今回の深掘りなんですが、ちょっといつもと違いまして。中堅クラウドの限界説が見事に覆されたわ。うわー、ぶっくりした。いきなりテンション高いですね。デジタルオーシャンの第一四半期決算の話ですよね。ごめんなさい、ちょっと興奮しちゃって。でもこの決算本当に驚かされたわ。これまで業界で囁かれていた限界説が完全にひっくり返った瞬間だったから。リスナーのあなたにも今回の分析を通じて、これからのクラウド市場の新しい勝ち筋がどこにあるのか、ぜひ一緒に考えてみてほしいのよ。いやー、確かに僕も数字を見て驚きました。2027年の売上成長見通しですよね。これまでの約 30% から一気に 50% 超えにポンと上方修正したじゃないですか。本当に急激なジャンプアップだったわね。今の IT 業界全体がどっちかというとコスト削減に走ってる中で、そんな強気な数字を出せるなんてちょっと信じられないなと思って。そもそもどうして突然そんなことが可能になったんですか？背景にあるのはね、経営陣による大掛かりな戦略の転換なの。戦略の転換ですか？そう。これまで一部の実験的な取り組みだと思われていた AI 事業を完全に中核の成長エンジンに位置づけ直したのよ。単なるクラウド企業から AI ネイティブクラウドへの脱皮ね。AI ネイティブ。でもデジタルオーシャンってもともとは個人の開発者とか規模の小さいスタートアップ向けに使いやすいサーバーを提供してきた会社ですよね。その認識で合っているわ。今って Amazon の AWS とかマイクロソフトの Azure みたいな大手がもう AI 開発でバチバチにしのぎを削ってるじゃないですか。そんな巨人の足元で急にうちも AI で勝負しますって言っても普通に踏み潰されちゃいませんか？そこがまさに彼らのクレバーなところなのよ。大手と同じように巨大な AI を一から学習させるような超重量級のインフラで真っ向勝負するわけじゃないの。あ、違うんですか？すでに出来上がった AI モデルを企業や開発者が自分たちのアプリに組み込んで動かすための推論処理に特化した次世代基盤に舵を切ったのよ。推論処理に特化。つまり平日は今まで通り真面目なクラウド社員として裏方作業をやってるんだけど、週末だけ実は副業で AI エンジニアやってますって言って突然そっちで稼ぎ始めたみたいな感じですか？本業が進化しています。でも週末の副業が気づいたら本業を乗っ取る勢いで将来の収益の柱として完全に組み込まれたと言えるわね。完全に主役に躍り出たってことですね。でも 50% 超えっていう数字はまだただの目標ですよね。そう見えるかもしれないわね。その成長の柱になった AI 事業で具体的にどんな裏付けとなる数字の爆発が起きたのか、そこがすごく気になります。ここからの数字は本当に圧倒的よ。今期 AI 関連顧客の ARR、つまり年間経常収益がなんと 1.7 億ドルに達したの。1.7 億ドル。日本円だとものすごい額ですね。前年同期比で 221% 増という凄まじい伸びを記録しているわ。221% 増って前年の3倍以上ってことですか？一気にそれだけの収益が生まれたのは確かに圧倒的ですけど、ちょっと待ってください。何かしら？それって単に AI 開発に必要な NVIDIA の GPU を大量に買い込んで、それをただ時間化してるだけなんじゃないですか？今どこの企業も GPU 不足で困ってますから。確かにそう疑いたくなるわよね。でも重要なのはその内訳なの。経営陣の発表によると、この 1.7 億ドルの 80% 以上はそういった単純な GPU のレンタルによるものじゃないのよ。GPU を貸してるだけじゃないんですか？推論処理や同社のコアとなるクラウドサービスとの連携から生まれた収益だとされているわ。じゃあお客さんは一体何にお金を払ってるんですか？単に JPU という機材を時間貸しするモデルから AI アプリを動かすための統合基盤を提供するモデルへと軸足を移しているの。統合基盤ですか？例えばね、2026年4月に彼らはカタネモラブスという企業を買収したわよね。エージェント型 AI インフラを手掛ける企業なんだけど。エージェント型 AI インフラ。ちょっと専門用語が出てきちゃったんですが、もう少し噛み砕けますか？ごめんなさいね。要するに AI がただ質問に答えるだけじゃなくて、自律的にタスクをこなすエージェントとして働くシステムのことよ。自分で動く AI ってことですね。そう。
デジタルオーシャンはそういった高度な AI を開発者が簡単に自分たちのアプリに組み込めるように複雑な裏側の仕組みを全部セットにして提供を始めたの。なるほど。その結果、100万ドル以上を支払う大口顧客が前々比で 78% も増えて41社になったわ。なんか見えてきました。つまり、昔のビデオレンタル店みたいに DVD を1枚ずつ貸すんじゃなくて、動画のサブスクみたいに見放題プランにしたら、急にお客さんが押し寄せたってことですか？貸し方が変わりました。でも、ただ機材を貸す段階からお客さんが自律的な AI を簡単に動かせるシステムを丸ごと提供する段階に進んだの。ソフトウェアとしての付加価値をしっかり提供しているからこその 1.7 億ドルなんですね。そういうことね。でも、ソフトウェアの仕組みがどれだけ素晴らしくてもですよ。AI を動かすにはやっぱり莫大な電力とか物理的なサーバーが必要ですよね。そこはどうやって担保してるんですか？さすが、すごく鋭い視点ね。実はそこが今回の強気な見通しの最大の信憑性を支えている部分なのよ。と言いますと？将来の成長を語る企業は多いけれど、物理的な設備の話までセットで語れる企業って実は限られるわ。デジタルオーシャンは今期新たに60メガワットものデータセンター容量を確保したのよ。60メガワット。数字が大きすぎてちょっと想像がつかないんですけど、それってどれくらい異常な数字なんですか？既存容量の2倍以上よ。言い換えると、数万機規模の最新 GPU をフル稼働させられるだけの巨大な電力キャパシティね。数万機。それはすごい。そしてもう一つ、驚異的な裏付けがあるの。それが RPO の爆発的な増加よ。RPO っていうと、確か契約済みだけどまだ売上として計上されていない受注残のことですよね。その通り。将来の収益としてすでに予約されている金額のことね。これがなんと前年同期の1400万ドルから2億4300万ドルへと急増したの。2億4300万ドル？ちょっと待ってください。パーセンテージにすると約 1636% のプラスよ。1630倍以上ですか。ちょっと受注残がそこまで跳ね上がるって一体どういう状況なんですか？そんなに先々の予約が埋まるものなんですか？これはね、クラウド事業において AI というものが長期契約を前提としたビジネスに移行している決定的な証拠なのよ。長期契約ですか？企業は AI の計算資源を確保し損ねることを恐れていて、長期間の契約を結んででも場所をキープしたいの。しかもこの2億4300万ドルのうち1億6700万ドルは今後12ヶ月以内に売上として認識される見込みなのよ。ということは向こう1年間の収益がすでにそれだけ確定してるってことですよね。そうなるわね。それってつまり向こう1年分のランチ代を全部前払いで確保しちゃったから、もう毎日の食費が足りなくなるかもって悩まなくていい超安心な状態ってことですか？未来の約束がありますはい。でも巨大な厨房を新設しながら1年分の超豪華なランチ弁当の予約をすでに1億6700万ドル分も確保している状態ね。なるほど。厨房を作る前にすでにお客さんの行列が1年先までできてるわけだ。それは確かに圧倒的ですね。ここまで強固な数字の裏付けが見えてきたところで、次は少し視点を変えてみましょうか。視点を変える？そう。経営陣の隠された意図を読み解いていくの。隠された意図ですか？決算発表に隠し事なんてあるんですか？隠し事というより、彼らが無意識あるいは意図的に使っている言葉の変化を分析するのよ。言葉の変化？決算説明会のトランスクリプト、つまり発言記録の中で、経営陣がどの言葉を選び、どの言葉を捨てたかを見ると、数字には現れない彼らの本当の狙いがにじみ出ているわ。言葉の分析ですか？具体的にはどんな言葉が変わったんでしょうか？まず今期、経営陣が初めて前面に押し出してきたのが、シンキング&ドゥイングというフレーズよ。シンキング&ドゥイング。直訳すると、推論と実行ね。これを一つのスタックに統合するという構想を強く打ち出しているわ。推論と実行を統合する。それってどういうことか教えてもらえますか？シンキング、つまり推論というのは、AI が質問に対して答えを出したり、データを分析したりする作業のことね。はいはい。一方の doing、つまり実行というのは、クラウド上のアプリが実際にメールを送信したり、データベースを更新したりする従来のシステム作業のことよ。考えることと動くことですね。そう。これらを別々の場所で行うのではなく、
ディジタルオーシャンのプラットフォーム上でシームレスにつなぐことで顧客単価を劇的に引き上げる収益モデルを目指していると読めるわ。 AI の脳みそとシステムの手足をくっつけるようなイメージですね。その通りよ。そして前期より明確に強まったのがエージェンティックエラー、つまり自律エージェントの時代という言葉の連呼なの。自律エージェントの時代。AI を単なるツールとして人間が使う受動的な時代から AI が自ら考えて動く時代へのシフトを強烈に意識しているわ。一方で前期からピタッと消えた表現があるのよ。消えた表現ですか？何でしょそれが GPU ランドロード、つまり GPU の地主という言葉よ。う？地主。地主ってなんか場所を貸すだけで不労所得が入ってくるみたいですごく儲かりそうじゃないですか。なんでわざわざ自分たちから否定するんですか？そこが最大のポイントよ。地主、つまり単なる設備貸しというのは結局のところ価格競争になりやすいの。確かに。他がもっと安い GPU レンタルを始めたらすぐにお客さんは逃げてしまうわ。だから CEO ジムラが我々はただの大家ではないと強く否定したのよ。そういうことか。AI エージェントを動かすためのソフトウェア統合プラットフォームへと企業の自己定義を意図的に書き換えようとしているのかもしれないわね。じゃあ、うちはただ部屋を貸すだけの大家さんじゃありません。掃除も洗濯も家事全般を完璧にこなすスーパー大家ですって必死にアピールしてるってことですか？その熱意に近いです。ええ。でも推論と実行を一つに統合して AI 自らが動く時代を見据えたプラットフォームに進化すると宣言していると読めます。単なる場所貸しではなくて、かけがえのないシステムそのものになろうとしてるわけですね。いや、ビジョンもそれに伴う需要も完璧なのはよくわかりました。でもですよ、60メガワットものデータセンターを作って AI のシステムを構築して、それってただじゃないですよね。それを実現するためのお金の動き、つまり財務面とかリスクについてはどうなってるんですか？とても重要な指摘ね。まさにそこがアナリストたちが一番懸念している部分なの。やっぱりそうですか。実はフリーキャッシュフロー、つまり会社が自由に使える現金に注目する必要があるわ。今期の調整後フリーキャッシュフローは210万ドルのプラスに転じたの。前年同期はマイナスだったから改善はしているのよ。プラスになったんですね。じゃあ問題ないじゃないですか。いやー、この微増を手放しで喜んではいけないわ。ダメなんですか2026年にはさっき話した60メガワットの新容量立ち上げに伴って約1億ドルのスタートアップ費用が発生するのよ。1億ドル、ものすごい額ですね。その影響で通年のフリーキャッシュフローマージンは 9% から 12% に抑制される見込みなの。それだけ巨額の費用がかかって手元の現金が減るのに、どうして経営陣は2027年に 50% 超えで成長だなんてあそこまで強気でいられるんですか？決算説明会の質疑応答でもプロのアナリストたちから厳しい追及があったわ。例えばパイパー・サンドラーのアナリストは急拡大するデータセンターのリース支払い、特に元本返済まで含めた真の現金収支は実質マイナスではないかとかなり踏み込んだ質問をしたの。うわー、痛いところを突かれますね。見せかけのプラスやないのかと。さらにゴールドマンサックスのアナリストからは2027年の成長加速が実は AI バブルのピークアウトの前兆ではないかという長期的な持続性への疑問も提起されたわ。かなり厳しいですね。でも CEO はこれらのリース支払いを単なるコストではなく成長の燃料と位置づけて真っ向から強気に押し返したのよ。ピーク説に返したも野球に例えてまだ2回表だと答えているわ。まだ序盤も序盤だと。例えるなら成長投資という一時的な大雨は降るけれど需要の急加速という抜けるような改正がこの先ずっと続くから問題ないという非常に強いストーリーで反論しているの。でも1億ドルの初期費用ってなんか豪邸に引っ越すための初期費用が膨らみすぎて来年の貯金が全部吹き飛ぶ大嵐みたいじゃないですか。ちょっと楽観的すぎる気もしますけど。投資の規模は大きいです。はい。でも成長の燃料となる巨大な設備投資だからアナリストからの厳しい質問にも経営陣は強いストーリーで押し返しているの。経営陣の強気なストーリーが本物かどうか、なんかワクワクする反面少し怖くもありますね。そうね。じゃあ次の四半期の決算発表で私たちがこれがはったりじゃないぞと確認するためにはどこに注目すればいいんでしょうか？はは。次の四半期で検証すべきポイントは2つあるわ。2つ。はい。1つ目は大口顧客のチャーン、つまり解約率が 0% 近辺を維持できているか。そして NDR、
既存顧客からの収益拡大率が改善方向に向かっているかどうかよ。すでにいる大口のお客さんが逃げずに、さらに多くのお金を使ってくれているかを確認するわけですね。その通り。そして2つ目は、新設されるリッチモンドのデータセンターが第2四半期に計画通り稼働を開始して、しっかり収益化のフェーズに乗るかどうかよ。ほう。これが予定通りに進めば、通年のガイダンス上限を達成できる可能性がぐっと高まるわ。なるほど。つまりそれが一番大事なんですね。ええ。ソフトウェアのプラットフォームがどれだけ優れていても、リッチモンドの巨大なデータセンターがちゃんと動いて計算能力を提供できなければ、全部絵に描いた餅になってしまうと。そういうことね。大口顧客をつなぎ止める需要と新設設備を稼働させる供給、この両方が揃って初めて経営陣が掲げた野心的な見通しが現実のものになるのよ。つまりたとえお客さんが全然いなくなって解約されなくっても、立派なデータセンターさえ期日通りに立っちゃえば、2027年の 50% 成長は勝手に達成されるってことですね。需要と供給の両輪です。でも大口顧客の維持率と設備の稼働状況の数字が揃って初めて経営陣が示した強気な見通しの信憑性が証明されるのよ。すみません、ちょっと調子に乗りました。でも結局のところ、今日のお話を聞いてよくわかりました。どうかしら。私たちが決算を見るときは、表面的な売上とか利益の数字だけを追うのではなくて、その裏にある RPO のような先行指標、そして何より経営陣の言葉の変化を丁寧に読み解くこと。それこそが企業が AI ネイティブなクラウドへ本当に転換できているのかを見極める本質なんですね。急にプロの機関投資家みたいな完璧なまとめ方してびっくりしたわ。ありがとうございます。リスナーの皆さんはどう感じましたか？今日取り上げた数字の厚みや経営陣の言葉の裏側。もしデジタルオーションのような中堅クラウド企業がこの AI 統合プラットフォームという戦略を見事に成功させたら、その先には何が待っているのでしょうか。もしかすると彼ら自身が Amazon やマイクロソフトといった巨大企業にとって喉から手が出るほど欲しい究極の買収ターゲットになる日も近いのかもしれませんね。確かにその可能性は十分にあるわね。ぜひあなた自身の視点でもこのストーリーの行方を探ってみてください。一緒に追いかけていきましょう。最後に、この音声は情報提供を目的としており、特定の投資を推奨するものではありません。投資に関する最終的なご判断は必ず自己責任で行っていただきますようお願いいたします。それでは今回の深掘りはここまでです。また次回お会いしましょう。